ドイツからスロベニアへ走行中です。去年の北マケドニアまでの夏旅が本当に美しいスポットだらけだったんで、少しずつ皆さんにお見せできたらなと思います。ヨーロッパの夏は忙しいですね。思ってたより大人気。ブレッド湖を見下ろすスロベニア最古の城、ブレッド城。城のテラスからはエメラルド色の湖と湖上の教会が織りなす絶景が広がります。11世紀に神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世が司教に寄進したのが始まりで、長い間司教領の拠点として使用されました。1511年には大地震により城は甚大な被害を受け、その規模は城が湖へ崩れ落ちることを恐れた住民たちが避難するほどでした。修復には60年以上の歳月を要し、現在は中世の面影を残す礼拝堂や博物館、印刷工房が公開されています。やっぱりすごい綺麗だよね。ね、緑、エメラルドグリーンだよね。夏の青と緑っていいな。まだ今回のロードトリップ1カ国目なので、気持ち軽快な足取りのマークさん。本当にこの時期のヨーロッパ観光はおすすめです。7月から8月はヨーロッパも夏休みのピークですが、6月は天候が安定している割にまだギリギリ観光客は少なめですね。ちなみにドイツは州によって祝日や学校の夏休みの時期が異なるんですよ。北のハンブルク州は7月から8月にかけてが多いですが、南のバイエルン州は8月から9月にかけてが多いみたいです。駐車場探しに少し苦戦しましたが、無事城の正面が見えるブレッド湖にやってきました。Das ist wirklich magisch schön. Ja, es ist so klares Wasser, dass man es trinken könnte. Stimmt. 泳いでる人もいるね。結構な距離泳いだね。確かに。魚も泳いでる。おお、こっちの影もすごいな。はい。多くの観光客がブレッド湖に浮かぶ教会の島を行き来していますが、今回私たちは島へは行かず外観だけ。もともとはここに古代スラブの異教神殿があったとされ、12世紀に最初の教会が建設。現在のバロック様式中心の教会は17世紀に完成したものだそうです。湖畔から伝統的な手漕ぎボート、プレトナに乗ると約15分で島に到着。結婚式では新郎が新婦を抱えてこの99段の階段を上がる伝統があるんだそうです。ちなみにスロベニアの旅ではこの後ポストイナへ向かいますが、今回のロードトリップはちょっとハード。クロアチアの複数都市を観光して、そのままモンテネグロ、コソボ、北マケドニア、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナまでと17日間をかけて走行距離約6000キロの旅です。ドイツ人は普通旅行に行って、ただそこでのんびり過ごす。これはジャパン流、ドイツと日本のハイブリッドだから長く、そして詰め込む。そろそろドイツ流に旅スタイルを変更したい私たちの滞在先はこちら。ポストイナ鍾乳洞横のホテル。Guten Morgen, 皆さん。このパーク内には全長約 24km、ヨーロッパ最大級の鍾乳洞や洞窟に住む生き物の展示がある。
一般に公開されているのは鍾乳洞の約 5km で、そのうちの約 3.5km はトロッコ列車で移動することができるよ。じゃあ、ロスキッズ。なかなかの高速ぶりで洞窟内を駆け抜けます。これはトロッコから身を乗り出すと岩にぶつかる恐れがある距離感ですね。全長およそ 24km に及ぶ細いな鍾乳洞。何百万年という歳月をかけて形成された鍾乳石や石柱が幻想的な地下空間を作り出しています。内部は1年を通して約10度に保たれ、静寂とひんやりとした空気に包まれます。繊細な石の造形が続くこの洞窟は、まさに自然の力と時間が生み出した壮大な芸術です。マークさんはこの時2回目だったんだっけ？いや、3回目。ごめんね、また。いや、3回でも4回でも面白いでしょ。この鍾乳洞のクライマックス、これがブリリアントと呼ばれる高さ5メートル以上の白く輝く鍾乳石。圧倒的な存在感を放つ鍾乳石です。帰りもトロッコに乗って入り口へ戻ります。帰りはかなりゆっくりめでした。6月でも寒かったので、旅行予定の方はライトダウンなどの上着を忘れずに。行く予定ではなかったのですが、急遽私のわがままでホストイナから車で約25分のシュコツィアン洞窟群へ行くことにしました。こっちはマークも初めてだそう。そしてこれが私へここへ来たくなった理由。安全上の問題で洞窟内は写真や動画が撮れないのですが、ホストイナが世界遺産じゃないならこっちはどこまですごいということで、ここまで足を運ぶことにしたんです。なのでここは洞窟を出た後の私たちの感想だけで、結局どうだった？どっちの方が良かった？ポストイナ鍾乳洞とこっち？トラはね、なんかポストイナは結構鍾乳洞って感じだったよね。うん、でトラッコも楽しかったね。そうだね。で、最初の頃、ここは最初の頃は結構あんまりちょっと大したことないねと思っちゃうね。なんか天井が低くて、ゴツゴツしてて、なんかザ洞窟って感じ。でも最後の方のその広いところに来ちゃったボタンは、すごいねと思って、なんか Lord of the Rings みたいな感じがした。ね。だからそれは楽しかった。面白かった。でもどっちも楽しかったかな。強いて言えばどっちの方が好き？私もポストイナも何回も来たから、そうだね。ポストイナの方がいいかな。ちょっと懐かしい感じもしてた。からどうしても一つのところしか行けない人は、多分ポストイナの方が。そうだね。この後行くお城も近いから、でホテルもパーク内だし、便利なのは向こうだね、圧倒的に。のどかな村を通って最後の目的地プレジャマ城へ。これもすごいよね。埋め込みスタイル。がっつり埋め込まれてる。高さ約120メートルの断崖に埋め込まれるように立つプレジャマ城。13世紀に築かれたこの城は岩山の洞窟と一体化した非常に珍しい構造を持っています。城の背後には天然の洞窟が広がり、
かつては秘密の通路として使われていました。中世には騎士エラズムの拠点となり、包囲戦でも長く持ちこたえたと伝えられています。自然の岩壁と城が融合した世界でも類を見ない壮大な要塞です。のどかですね。鳥の声がすごい。ね。こんな感じで自然の旅をドイツ生活も投稿しながらお届けしていきます。チュース。